はい、こんにちは。今回のご紹介はですね、スバルレボーグ STI スポーツ EX のグレードのモニター関係をじっくり見てみました。購入を具体的に考えている方のご参考になれば幸いです。それでは行きましょう。はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車市場好きリーマンのタコンです。今回はですね、スバルのレボーグ STI スポーツ EX をお借りしてじっくり内外装試乗してまいりましたが、まずですね、具体的に検討している方の中でモニター関係どうなっているんだと気にされている方がいればと思って、ちょっと詳しく撮影をしてみました。この新世代レボーグとなってからモニターやメーターパネル関係一新されていて、かなり機能が増えていると思っているので、私も操作最初はちょっと本当にいろいろあるなというふうに迷いましたが、こちらの動画で詳しく撮影してみましたので、ご参考になれば幸いです。ではですね、早速見ていきますけれども、まずエンジンイグニッションオンした後の起動画面は先ほど映したような感じになっておりまして、フレーキショー化されたメーターパネルがこのように表示されます。STI スポーツのグレードにはスピードメーターの方に STI という赤の文字が入って、ちょっとやる気にさせてくれるなというのがありますね。基本的にはこの右側にスピード計、そして左側にタコメーターが入っていて、左下にはフォーメーションが表示されるということになっています。今はコールドスタートからエンジンを入れた後でだいたい 1200rpm ぐらいで暖気しますが、この5分後ぐらい経った今の画面になると 1000rpm ぐらいでエンジン回転が落ち着いた状態となっています。レボーグはスバルの中でも、静粛性などが高められたモデルとなっていて、車内静かですね。そして左下のインフォメーション系はですね、ステアリングの左下にあるところでいろいろ表示の切り替えができる。エンジンを踏み込んだ時の追従もですね、いいですね。速度計タコメーターが変化していきます。後ほどボタン関係での操作を確認したいと思いますが、まずこのフル液晶化されたメーターパネルですね。先ほどの速度計からアイサイトを使った時の、クルーズコントロールの表示がこのようになっています。右側のステアリングのアシストや車間距離の設定、そして先ほど今一瞬出ましたが、アイサイト X を有効にした時に、アイサイト X のマークが出るということになっています。車間はこのようにいろいろな距離で設定できて、このクルーズコントロールの設定をこちらの速度計にも表示映させることができるので、非常に見やすいと思いますね。そして、スバル初めての、フル液晶のメーターパネルですけれども、結構精細な感じでいいと思いました。ステアリングのボタンについてはこちらのように、この右下にモードボタンがあってですね、走行モードを切り替えることができます。ノーマル、1回押すごとにスポーツ、スポーツプラスとインディビジュアル、順番にコンフォートと切り替わっていきますね。そしてモードセレクトの内容については、モードボタンを押すごとにこちらのナビ画面の方にも分かりやすく出てきます。STI スポーツのグレードになるとサスペンションが ZF の可変サスペンションになるので、乗り心地かなり変わりますね。そして今インディビジュアルの設定をしていますが、各設定を好きなように組み合わせることができるのでいいと思います。はい、このように実際乗ってみたらですね、各モードでかなり走行フィーリングが変わりますので、なかなかに面白い機能だなと思います。ここら辺はヨーロッパ車に近い性能を持たせてきているなと思います。
あとですね、この星マークのボタン、これを押しますと一発でインディビジュアルの走行モードに切り替えることができますので、自分好みの設定をしたこのインディビジュアルの設定に1回で飛ばせるので便利なボタンだなと思いました。続きましてナビ画面の方を見ていきましょう。ホームボタンを押すと先ほどのようにアイコンがたくさん並んで、そこからいろいろ表示を選ぶようになります。地図、今押したのはメディアですね。音楽系の、音源ソースを選ぶことができます。種類は、今必要なものの接続ができるかなというところですね。あらかじめ登録しておけば音楽や、携帯と接続することができると。そして電話やアプリなどがあって、アプリについてはナビを標準でインストールしてなくても Apple CarPlay や Android Auto とつなげることができますので、携帯でナビ使うよという方にはこちらを接続すればいいのかなと思います。あとはこちらのボタン、車の、走行状態ですね。どのような駆動状態、あとは傾斜もこちらでモニターしてくれるようですね。メンテナンスのボタンがありまして、こちらですね、エンジンオイルやオイルフィルター、タイヤなどのメンテナンス周期を設定することができるようです。ここら辺もほぼほぼドイツ車に近いようなモニターができるなというふうに思っています。本当に新型レボーグはドイツ車意識してますね。続いて設定関係ですと、時計やディスプレイ、Wi-Fi の設定など基本的な設定の方ができるようです。はい、このようにいろんな表示が調整できますね。結構細かくて、こういう項目もあるのかというふうに思わされます。新型レボーグになってこのユーザーインターフェース関係がこのセンターディスプレイにほぼほぼ統一されてきているので、物理ボタンが減って、スマートな感じになった一方で、ここから操作してその画面までたどり着かないと変更ができないというところで、どうなのかな、好き好き分かれるんじゃないかなと思います。今出しているメーター表示情報については、その設定をいじることによってこのメーターパネルの上の部分の表示が変えられるようですね。ここら辺も細かいなと思います。車外温度と時間ですね。あとは、カメラのステアリング連動ガイドについても設定ができるようです。本当に細かい設定がいろいろできますね。ちょっと見切れないんですけれども、基本的には全部オンにしている状態がいいのかなと思います。画面もですね、大きいので見やすいなと思いますし、操作のレスポンスも悪くないですね。あと物理ボタンなくなってきたとお伝えしましたが、エアコン関係についてはちょっと設定はこちらにありますけれども、基本的に温度の変更ですとか風の強さなどは別の物理ボタンがあります。で、サウンド、ナビゲーションということになっていますね。電話、車両と。車両についてもかなりいろんな設定項目があるなと思いますけれども、基本的にアイサイト関係は安全装備ですので、基本オン、デフォルトの設定でいいのかなというふうに考えます。ここまで細かくオンオフできる必要あるのかな、ちょっと気になりますね。物理ボタンはなくなったけど設定項目多すぎるぞということで、細かく見ている方どこまでいるかなというところですね。そして一つ気になったのがこのオートビークルホールドですね。これは交差点などで止まった時に、ブレーキペダルから足を離しても車両の停止状態を保持しますということで、
ほぼほぼ必須というか、一度経験するとかなり便利なのでいつも使いたいなと思う機能ですけれども、スバルの方はこれはエンジンをかけるごとにですね解除されるという仕様にされているようなので、いつも使いたい場合には毎回画面からオンにしておかないといけないというところですね。ちょっとこれどうなんですかね。めんどくさいぞという意見と、オンかオフかわからないと困るので毎回リセットしてほしいという声、どちらもあるように思いますが、ホーム画面のこの左下の車両ボタンから、その画面に1回でアクセスはできるものの、毎回スイッチで切り替える必要は残ってしまうというところですね。今レボーグはB 型になりましたけれども、 C 型 D 型になっていくにつれてここらの設定がどうなるのかというのはちょっと気にしたいと思います。あと最近流行りなんですかね、ドライバープロフィールというのが登録できて自分好みの設定を反映させることができるようです。ナビ画面もですねやっぱり大きいと見やすいですね。あとは画面の下の方に先ほどお伝えしたエアコン関係の操作ボタンが別にあるということで、温度上げたり下げたりはこちらの左右にある物理ボタンですね。運転席と助手席が分かれているデュアルモードを搭載ということになっています。あとナビ画面の上の方については表示いろいろ変えられるようですが、デフォルトでは、アクセル回路、平均燃費、あと勾配が表示されるようになっておりました。結構スバル運転される方、車好き、運転好きの方多いと思いますので、自分のアクセル回路が今どれぐらいかというのを見ながら運転する方いると思いますので、この表示はいいですよね。そしてナビ画面の下に行った時にシフトレバーですね。いつものタイプというか現行型のスバルのシフトレバーがついている状態。最近ヨーロッパ車などではシフトレバーがどんどんなくなってきていて、シフトつまみですとか、そもそもダイヤルになっているというのもありますので、やはり運転していってこの操作をするという意味ではシフトレバーどうなるのか今後気になるところではありますが、現行のスバルレボーグについてはシフトレバーしっかりしたものがついているということになります。あとですね、今やどの車にも必要ですけれども、シフトレバーの隣にビューボタンがあってカメラで周囲を映すことができます。結構左右の画角広いですし、左のタイヤの根元を見られるので結構縁石に乗り上げたり、ホイールガリっちゃうのを防止できるのでいいボタンだなと思います。あとですね、メーターパネルと連動しているステアリングのボタンも見ていきますが、先ほどお伝えしていた追従系のボタンについてはこちらになりますね。今のボタンを押すことによってアイサイトの全車速クルーズコントロールのオンオフができるようです。アイサイト X はこの右下のさっき押したボタンですけれども、高速道路に行って認識しないと機能しないので今は使えないようですね。そして先ほど押していた走行モードのチェンジのボタンとお気に入りボタンですね。で左関係はオーディオ関係の音送り戻しやボリューム関係、あとは音源の切り替えなどがあります。そしてステアリングコラムの左下にあるこの矢印のボタンが、スバル独特ですけれども、メーターの情報関係を切り替えるボタンがあります。順送りと逆戻りで、平均燃費から瞬間燃費、デバイスの接続、外気温などといったものが表示されるようになります。そうですね、このように。そして3つあるボタンの真ん中を長押しすることでフル液晶のメーターがですね、速度計の表示であったり地図であったり、あとはクルーズコントロールであったりというのを表示が切り替えられるように
なっていますね。それにしてもこのメーターのダイヤル関係の解像度結構高くていいですね。そうそう、それでですね、あとレボーグについてはこの後ろのボタンでオートトランクが閉じたり開けられたりというのができるようになっていました。これはですね、ツーリングワゴンとしての性能というか機能としてあると便利ですよね。先ほどのボタンをもう一回押すことによってトランクが運転席側からでも閉じることができます。やはり装備面は本当に充実してますね。ドイツ車でこの機能を全て付けようと思うと非常に高くなると思いますので、やはり性能面含めてレボーグのコスパはいいんじゃないかなと思います。エンジンを切って、CU とまた乗り込みたくなるコックピットだなと思いますね。はい、ということで今回は購入されている方向けですかね、具体的に操作関係を見てきました。新型レボーグ、スバルのフラッグシップとして非常に気になるモデルだなと思います。またですね、このアイズシルバーメタリックの車両、長い層詳しく撮影していきますのでご紹介していきたいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。やはり運転の楽しい車っていいですよね。それでは皆さん良いカーライフを。